こんにちは、ピライフのマリコです。ともえです。本日はですね、以前撮影した富士山をバックにしたヨガの動画ありますよね。はい、朝ヨガと風呂ヨガも出してます。はい、こちらの動画の舞台裏を公開したいと思います。はい、お楽しみください。実際にね、セッティングしてるところからね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。はい、はい、こちらはですね、河口湖で撮影したんですね。で、河口湖のちょうどなんていうのかな、北側ですよね。北側からその富士山を見てると、はい、この場所をまず、Google マップを駆使してまずどこで撮影できるんだっていうのを事前に調査してから行くんですね。はい、お得意の Google マップで大体そうですね、もう Google マップを使い倒していろんな場所のね、もう写真スポットとかそういうユーザーさんが投稿したやつがあるじゃないですか、あれをめちゃめちゃ見るんですよ、で、ここがいいじゃないかっていうことで見当をつけていきます、なので、事前にある程度のこう感じはあるんですよね、ここに行ったらこんな映像が撮れるんじゃないかっていうのをまず考えておいて、そこから行くと、いう感じになってますね、で実際にここに着いてみて、前日ですね、これ朝なんですけれども、朝何時ぐらいだったっけ？朝早かったね。もう日が昇るタイミングではもうセットしてよという話だったので、だって4時半とかに起きてるから5時半ぐらいだと思うんですね。なので、5時半ぐらいに撮影してるんですけれども、いきなりね撮れないじゃない、だから前日にここで撮れそうだなっていうのをロケハンしておくんですね。はい、ロケハンしてからこれはいけると、で天気もいいということで実際もう朝早く起きてね、もうバタバタしてますよね、朝とか。子供2人抱えながらのね、朝の移動はなかなか大変ですね。子供も寝てる中グズグズ中をね起こしだし、抱っこして、いやこれは本当によく撮れたよね、これね。でもいろいろこんな経験を5年間やってきたじゃない、最初は光でね、光がちっちゃかった2歳ぐらいからもう海外に行きだして、もういろんなところで撮ってきたから、ある程度慣れてるっていうね、経験あるよね。はい、という感じで今ね、その撮影場所で智也が一人でね、こうセッティングをしてる場面ですね。これがこの間私たちは車で待機してましたね。そうですね。まだ寒かったもんね。ちょっと寒かったし、子供も車にいてちょっと寝てたよね、うっすらうっすら。そんな感じで、先にこう万全の状態を作ってから呼ぶっていうのが大体そんな感じかな。たまにまだできてない時もあるけどね。ケースバイケースですね。ケースバイケース。その時は車で待機してた。そうですね。またここは結構石がねゴツゴツしてて、最初どこでね撮ろうかって結構迷いました。これでいいの。ようやくどうですか。今度横のカメラをセットしてますね。そう、大体僕たち2台のカメラを使っていて、一つは真正面に据えて、できるだけこう広角でねワイドに撮ると、ワイドに撮ってその背景のね何があるかっていうのをできるだけ表現して、でもう1台は少し後ろから撮って、マリコさんのね臨場感あるヨガっていうのを表現したいと。だからこの時は本当はもう少し引いてね、撮りたかったんだけど、臨場感のあるマリコさん、でもそうすると富士山が入らないのよ。結構難しいよね。富士山も入れたいし、人物も映したいしで、だからこの時はねあえて寄って広角にして、そのサイドの2カメも、マリコも富士山も両方入れようっていうことで、ちょっとね試行錯誤しながらやってますね。
今ここにはるくんがいるんですけどちょっとおもちゃが落ちる。おもちゃが落ちちゃった。はい、たーちゃん。はい、あ、おもちゃ来たよ。はいね、これでまあだいたいセッティングが OK したので、はい、はい、これでマリコさんをね呼び始めるという流れですね。はい。あれこの時春寝てたんだっけな。この時寝てたんだよね。寝てたと思うよ。そうそうそう。車の中でチャイルドシートでね、ちょうど寝ててくれて、で光はそう車の中いてもらって、なんかタブレット見せつつ、そう春を見てもらってたんですよね。だから光もすごいね、戦力になってくれて、そうだね、助かるね。助かる本当に。6歳にもなると。まあ車もね見えるところにあるから、まあその辺は安心できてね、はい、良かったです。今呼び出してますね。はい、マリコさん呼び出してますね。いやそれにしてもすごい綺麗だったね。この日はめちゃくちゃ綺麗で、前の日までね曇ってたんだよね。ね、あ、来ました来ました。あ、来ましたね。マリコさん登場しました。寒いよね。寒い。サンダル履いてる。いつもこんな感じだよね。いつもこんな感じです。いや寒かったよこの日は。なんかこういうところで鍛えられてない？何が？肌が。だってさ、寒さに今これ撮ってるのもう10月下旬だよ。下旬なのにさ、たまにドライとかつけてさ、今もたまにドライとかつけて、普通に T シャツとかタンクトップでさ寝てたりするじゃん、布団かぶらずに。こっちは毛布にくるまってんのにさ、毛布にくるまってさ掛け布団かけて長袖2枚ぐらい着て寝てんだよ。違う人種だよね。ね、本当にもう寒くてしょうがない。来ました。はい、今最終チェックしてますね。いやどうなの、この撮影前の心境とか、どんなことを考えてるの普段何考えてるかな。いやなんかどうだろう、何考えてるかな、忘れちゃった。忘れちゃった何考えてるなんかこの後のヨガの構成をもう一回おさらいしてるとか、あとここ結構ゴツゴツしてるじゃない？あ、そうだから地面がね、その時々によって違うじゃない、地面の具合が。でこの時はすっごいもうなんか下が石でね痛かった実は。それをちょっとチェックしたりとか。なるほどね。あと横のカメラの位置によって、こう私の向きがどっから始めるかみたいのが微妙に変わってくるから、順番とか、そういうのもちょっと頭の中でガーッとチェックするかな。なるほど。まあ、今はカメラのねピント合わせたりとかしてるね。これは立っての画角チェックですね。そうだね。まあ実際近いとこうどれぐらいの高さまで手を上げるかとか、そういうのをチェックしてるんですよね。これはなんだ？ちょっとねマットの微調整とかもねしてますね。でサンダルが映らないようにサンダルをね手前に持ってきて、最後でもうそろそろスタートですね。そうだね。面白いね。なかなかこういうの見る機会ないじゃん。なかなかないよね。いつもなんかもうバタバタでさ、そうこんなの撮れないじゃん。撮れない。よく撮ってたよね。だからこれもう1台のカメラでとりあえず全体像をね映しておこうということでやってます。はい。客観的に見ると面白い。ねえ、面白い。いやまだね朝早かったから本当人気もなくてね、すごい静かな中撮れたよね。そうだね。こんな感じです。はい。これがたまにね、今結構早かったんですけどセッティングしてね映すまで、たまに太陽とか待ってたり、なんかものすごい1時間、2時間かかる時あるよね。たまにね。またチェック。これもう一つのカメラの画角チェックをしてますね。はい。ですね。これでね今レックボタンを押して開始するところですね。はい。予約スタートできます。はい。でこの間ねち
ちょっと娘たちを一旦見に行ったりしてますね、僕は。車までね。はい。でその間に撮ってると。うん。大体こういうパターン多いよね。とりあえずセッティングだけして完璧にレックボタンを押して、あとはもうマリコを一人取り残して、そこにねそこに取り残して、僕はどっか娘とかね、そっちの方を見に行くということは結構あります、はい。でもやっぱこの富士山をねバックにしながらの、この景色での中のヨガは本当に気持ちいいですね。あ、気持ちよかった、でもあれでしょ、やっぱ下が石だから下はちょっと痛かったけど痛気持ちいい感じ、この海辺、湖か、後半のこう水の音とかね、そういうのもすごく癒されますね。あ、なんかさ途中で、なんか魚釣ってる人がいたじゃない、周りで、でそれがすごい身近に見えて、なんかちょっとグロかったとか言ってなかった？あ、魚釣ってる人じゃなくて、魚がね見えたの。あ、ぴょんぴょん飛んでるのが見えて、それがちょっとグロかったねあれヨガ動画にもなんか映ってなかったっけ？あ、映ってた。ちょっとはい見てみてくださいね。はい。いやそれにしても綺麗だね。いやこんだけ空が澄んでるって珍しいですね。なかなかないですね。お天気にもね恵まれてラッキーだったっていうのもあると思うしね。でも結構僕たちは天気によって予定変えたりするんですよ。だから天気が悪いと、あ、この日ダメだからちょっとね、違うルートで行ったりとか、この日は天気が良くなるからあえてここに行こうとか、その天気によって割と柔軟に、ね、旅行の日程も変えたりしてますよね。はい、こんな感じです。はい、でもうそろそろヨガが終わりそうなところですね。なんかいい感じに太陽も当たってますね。そう、これもねいつも微妙に計算してんだよ。素晴らしいね。はい、最後の方で太陽が当たるっていうのを計算してますね。本当すごいね。当たんない時もあるけど、やっぱ最後にご来光が当たると、こうなんかハッピーで終われるじゃない、ずっと曇ってるよりも。当たんなくても綺麗は綺麗なんだけどね、映像としては。はい、ここで終わりました。終わりましたね、無事に。でこの後写真撮影かな。そうだね、だいたい写真撮影と挨拶っていうのをこの後に撮るんですよね。挨拶は、挨拶先に撮ってもたまにそれボツになることがあるから、ヨガがね、だから挨拶は撮れてから撮るんですよね、最初と最後の挨拶。これは今サムネ用で使う写真を撮ってるところですね。そうですね、何枚かね。あ、なんかねたまにこう釣りしてる人がいて「すいませんどうぞ」みたいな感じでね、はい、普通に撮ってきますね。やってますね。はい。で挨拶かな。いやでも本当ここはね写真の撮りがいもあってね、やっぱりたくさん撮っちゃうよね、思わず。いやこう見ても富士山すごいね。富士山すごいくっきり映ってるもんね。くっきりだね。素晴らしいね、よく撮れたな。あ、今ね写真が撮り終わったので、これから、挨拶を撮るところかな。そうですね、挨拶。あ、そうですね。でマイクをつけてもらって挨拶ですね。この時にもう考えてるの？何を言おうかなっていうのを事前に考えてる？もうその場でみたいな感じ？挨拶。まあ両パターンあるね。事前に考えてる時もあるし、なんか実際動いてその後の気分でバーッと喋る時もあるし、両パターンかな。この時はどっちか忘れたけど。そっかそっか。まあ挨拶取る時悩むのがね、こう顔にできるだけ光を当てたい。マリコさんの顔にね光を当てるとやっぱり綺麗に映るんですけれども、ちょっとね角度が朝だともう直で入ってくるんですよ。
上とかだとそこまでねあれなんだけど、もう直で入ってくると眩しい、で向きを変えるとねちょっと顔が暗くなっちゃうとか、結構試行錯誤してますね。喋ってますね。この挨拶がまたね何回も撮り直してる時がたまにあってなんかね挨拶が一番こう、抵抗よね。ヨガの撮り直しはめったにないんですよ。ヨガはもうそのまま流れていくから、本当にヨガで失敗することほとんどない、もうあんまりないでも挨拶で一発撮りってもうこれもほとんどない大体もう間違える。何回か撮り直す、噛んじゃうんだよね。噛んじゃう、そうだね、はい。噛んじゃうし、なんか喋ってるうちに全然文章がおかしかったり、何言ってるか分かんなくなっちゃうパターンが、そうたまにありますね。なんかどっかの地方の人みたいにキーがね方言みたいになったりすることもあるしねなんかイントネーションがおかしかったり、たまにコメントでも指摘されるけどねイントネーションがおかしい。はい、で終えて、私は今車に向かって子供たちを見に行ってますね。でここで1本撮り終わって、これからねもう2本目のねフローヨガの場所。フローヨガの場所はここのちょっと後ろにあるんですよね。後ろにある緑のなんか草がふさふさしてるところ、なんか同じ場所で撮ろうか迷ったんですけれども、ちょっと緑も入れて撮ったらいい感じになるから、2本目はちょっと違う場所で撮ってます。で最後にもう一個ねやることがあって、オープニングの映像、オープニングのBライフのロゴが出てくるシーンがあるじゃないですか。あそこはやっぱり綺麗なその背景、風景とかを撮りたいので、一番最後にねこうやって撮ってます。一番最初と最後かな、最初と最後に綺麗な風景を収めたいので、それ一番最後に撮ってから帰るという感じですね。この時はもう富士山のアップを撮ってたのかな。富士山のいろいろ広角で撮ったり、アップで撮ったりっていうのを何パターンか撮ってますね。そんな感じです。で片付けていますと。いいよね、次の移動の準備だよね、多分。そうだね、次の移動の準備でマリコさんが帰ってきて、ヨガマットを移動させる、持っていきますと。いや、はるくんが車でずっと寝てたから助かったよね。助かったね、これ、場合によってはこの1本しか取れなかったからね。そうだね、あと下手したらもう抱っこしながら抱っこ紐でやんなきゃいけなかったりねそれも考えてたよね、それも想定して、でも幸いなことに抱っこしながら撮ってたってことはないよね今まで。あったっけ？なんかあんまり。軽井沢のさ上の方でさ、あれはそうだったね。あれボツになったっけ？ボツに1本目はボツになって2本目は使える、まだ出してないんだけど、フローヨガあれはそうだったね、抱っこ紐だった。じゃあ次の場所に移動しましょう。皆さんこんにちは、ともやです。今僕たちは、河口湖に来ています。今日はね富士山がめちゃくちゃ綺麗で、なんとかねこの雄大な富士山の前で撮影をすることができています。今マリコさんがねフローヨガ撮影してくれます。こちらはですね2本目の動画フローヨガをね、撮ってる最中ですね。いやここもだいぶ印象がね違うよね。そうだね、この緑があると、やっぱちょっと映えるよね。これもさ2本撮る予定あったんだっけ、最初から。最初1本どっちだっけ。最初1本予定してて、あわよくば2本いけるかなっていう感じだったよね。そうだからその最初に朝ヨガの構成は多分あったと思うんだけど、このフローヨガの構成って多分そんなに考えてなかったと思うんだよね。ざっくりとしか出来上がってなくて、そうだからもう土壇場で、結構アドリブでやってる時多いよね。ここは気持ちよかった。
ここはね全然ゴツゴツ下がしてないから、若干やりやすかった。芝生っぽいっていうか、芝っていうか雑草だよね。まあそうだね。雑草の上でやってる感じで、すごい気持ちよさそうだった。でここもなんだろう、割とこう日陰と日向の間ぐらいでね、あんまり日向を嫌うからね。そう結構ここは日陰っぽくて快適にできました。快適にできた。終わりました。終わりました。お疲れ様。お疲れ。どうですか。あったー。ちょっとプルプルしながら。虫がすごい。虫がすごい。じゃあなんとか終わったね。終わった。じゃあ写真撮って挨拶撮ろうか。いやーよかったね。2本撮れたね。ねえすごいね。ちょっと綺麗だね。楽しみ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。いやー2本撮れたね。富士山で撮れましたね。富士山めちゃくちゃ綺麗です。綺麗。いやすごいね。これすごいね。昨日まですごい曇ってたから。全然ね富士山のてっぺんが雲でね隠れて見えなかった。撮れると思ってなかったけどね。今日はもう快晴でバッチリだね。バッチリだね。いやこれはどんな出来になるか楽しみ。最初の朝ヨガのところすごいもう。ゴツゴツしてて痛い。石ゴツゴツしてて痛かったでしょ。とてもじゃないけどあそこでフローヨガはできないね。みんなたまにさコメントで「外気持ちよさそうですね、私もそこでやりたいです」とか言うんだけど全然おすすめできないから。結構ね石とかなんか虫いたりとか気持ちよくはないよね。でも気持ちいい気持ちいいんだ。気持ちいい。ただ足が痛いと。まあいろいろな要因はあるけどはいね。でも外側も気持ちいいですよ。おすすめです。いやね、みんなここ来てほしいね。ね、すごいねここ。ということで2本取れました。お楽しみに。お楽しみに。はい。というわけで、2本無事に取り終わりました。はい、よかったね。2本。いやよかった。ここは本当になかなか撮れないですよ。この映像は。ね、富士山バックにね。これは本当。やりきった感あったね。実は僕たち何年前あれ4年ぐらい前に最初に富士山撮りに行ったじゃない。そう、あの時は山中湖で撮ったんですけども、あの時は12月に行ったんだよ。めちゃくちゃ寒くて。そう寒かった。すんごい寒かった。マリコさんあの後風邪ひいたからね。そうですね。あれ初めて外で撮んなかったあの時。初めてではないんだけど、外で撮ったのはね結構その辺の公園とかでも撮ってたじゃない。だから初めてじゃないんだけど、遠征したのは初めてだね。そうだね。そのドライブしてちょっとわざわざ富士山バックに撮ろうって言って、それもあれですよ、最初の記念すべき、B ライフの最初のカレンダープログラムあるじゃない、あれ、伝説の4 weeks B ライフ、伝説ですよ。最初のあそこから始まったからね、カレンダープログラムが。で伝説の4 weeks B ライフの最初に富士山を入れたかった。日本人だからやっぱり新年はね富士山をこう眺めてなんかやりたいっていう。それが朝の太陽礼拝ですね。はい。その時撮ったやつが朝の太陽礼拝と、あとゆったりフローヨガっていう、あれもすごいね、白鳥みたいなのがバーってきたりとかいう絵がね。そう最初にゆったりフローヨガを撮って、白鳥とか飛んでてね、うわすげえと思って、そこで撮れたの本当良かったし、あれもあれですごい幻想的な絵がね、撮れましたね。で調子に乗ってよしもう一個撮ろうと思って、ずっと富士山の周りをねこう回ってたんですよ。で朝霧高原の方に行って、その近くでねなんか撮れないかなと思って、なかなか見つからなかったよね。なかなか見つからなくて、ようやく見つけたところでね、朝の太陽礼拝を撮れました。でも寒すぎてちょっとね次の日珍しく風邪ひいたよね。なかなか風邪ひかないのに珍しく風邪をひいて、寒いロケでした。でもあれさ日帰りだからね、あれ朝早く行って。あれはね、日帰りで行ったんですよね。そうあの時僕たち結構お金なかったから、あんまりその泊まりでホテル代とかもケチってもう日帰りで撮影するっていうハードスケジュールで。帰りにどっかの温泉入ってあまりに寒すぎて、そう立ち寄りの、ね温泉だけ入って、あれあったかかったよね、帰ってきましたね。はい、そんな思い入れのある
富士山ロケです。ははい。ぜひ楽しんでいただけたら。い。僕の名前ははるくん。ちょこちょこ。はい、はるくん起きました。ずっと起きてた。ずっと起きてたんだけど、ここにねずっといてちょっとぐずり始めたから、はい。起きましたってずっとここいたけど。うん。あれ。はい、はるくんはーい。登場です。ちょっとぐずり始めたので、はい。はいやーどうですか富士山、皆さんどうですかね、富士山のこの舞台裏はい、僕たちもすごく思い入れがあるこの2本の動画ですね。はい、ぜひ裏側も知っていただき、よりね深い思いとともにもう一度ねやっていただけたら嬉しいです。はい、ぜひまたやってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。はい、おはようございます。Pライフのマリコです。今日は雄大な富士山をバックに朝ヨガを行っていきます。朝体をゆっくりとほぐし、そして全身を目覚めさせることで交感神経を優位にさせることができます。一日をシャキッとスタートできると思いますので、ぜひ一緒に行っていきましょう。